じゃあ、中村さん乗ってもらおうかな。75ぐらい。78ありますよ。ちょっとやってみよう。よいしょ。しっかり伸びて。はい。すいません。おお、すげえ。こんにちは。今日は終鉄の会員さんにはおなじみの独特の超ハードな体幹トレーニング方法をご紹介します。かなり刺激が強いものですが、できるかどうか皆さんぜひチャレンジしてみてください。皆さん、体幹トレーニングの代表的なものとしてプランクっていう種目はご存知かと思います。こういう姿勢で耐えるトレーニングです。いわゆるコアトレーニングと呼ばれるものの代表的な種目で、腹筋群全般に刺激が伝わり、主に腹直筋、腹斜筋、腹横筋などが鍛えられます。胴体を囲む表面の筋肉群が鍛えられます。これは体幹トレーニングではかなり一般的な種目であります。終鉄でももちろん体幹の力をとても重要視しますが、この一般的なプランクで鍛える部分とはちょっと異なる部分に強烈に刺激を与えていき、さらにハードな方法で体幹を鍛えています。終鉄プランクといってずっと以前から取り組んでいる独特のプランクがあります。今回これを特別にご紹介します。終鉄プランクは最初にお話しした一般的なプランクとはかなり異なる刺激が体に加わります。必要な筋肉が十分鍛えられていない人には腰の骨がどうかしちゃうんじゃないかっていうぐらい強烈な刺激があります。この他の終鉄トレーニングと同様、フォームや姿勢の作り方によって鍛錬の強度がかなり変わってきます。きつめの姿勢と軽めの姿勢の調整ができます。それをこれからじっくり説明しますので、無理しすぎないよう自分の練度に応じて調整しながら取り組んでみてください。では解説します。まずうつ伏せになります。両手を後頭部の後ろに組みます。つま先と両肘とで体を浮かせて支えます。基本はこれだけですが、細かなポイントを解説していきます。1、まず両肘とつま先との距離について、これがこの鍛錬の一番の肝になります。両肘とつま先との距離をできるだけ長く開くということが大切です。厳密に言うと肘ではなく上腕三頭筋の上の方、この辺りで支えるような感じです。肘の場所が下に下がれば下がるほど鍛錬の強度は弱くなります。ハードにしたければできるだけ肘を頭の上の方に、つま先から遠いところに置いてください。そうすると胴体やお尻は床からあまり高く上がらなくなります。お尻がこのように高く上がっているときは肘とつま先との距離が近く、鍛錬の強度は弱くなっていると思ってください。辛くて胴体を持ち上げることができないという人は肘を下の方に下ろしてくれば強度が下がりますので、そこから徐々に慣らしていってください。2、呼吸について。トレーニングの強度を上げるためには呼吸の仕方もとても大切です。吸う息を短く、吐く息をできるだけ長く、そして息はなるべく吐き切るを意識してください。Take a breath. この呼吸を守ることで鍛錬の強度が非常に高まります。吐く息を短く、すぐに吸い込んだり息を止めたりしていたら鍛錬の強度が下がります。3、肘とつま先をめり込ませる。楽にこなせるようになったらどんどんきついやり方に深めていくこと。この終鉄プランクを教えたらできましたと言って喜んで、いつまでも同じやり方でただただ時間を延ばしていく人がいますが、
楽にできるフォームでだらだら時間を延ばしても大して意味がありません。先ほどお話しした呼吸法で10呼吸楽にこなせるようになったら、もう強度が足りていないということなので、負荷をさらに強めて10呼吸でギリギリこなせるぐらいのやり方にどんどん変えていってください。強度を高める方法は、まず肘を上げること、次に吐く息をさらに長くしていくこと、それでも楽になってきたら次に肘とつま先を地面にめり込むように力を加える。これを全力でやれば10呼吸楽にこなせるっていうことにはならないと思います。皆さんどの鍛錬もそうですが、すぐに楽なフォームになりがちですが、大切なことはそのトレーニングで楽することではなく、きちんと効かせることです。今挙げたしっかり効かせるためのポイントを意識しながら、どんどん強度を高めていってください。この終鉄プランクではコルセットになる体幹表面の筋肉ではなく、より背骨の周りにある普段皆さんが意識的に使えない筋肉に強烈に緊張を与えます。人によっては背中の筋肉にやばそうだなという印象を持たれたりしますが、この運動は背中の筋肉の緊張は関与しません。背中の痛み、腰の痛みと感じるその強烈な刺激は、実はもう少し体の前の方、背骨付近のインナーマッスルが受けている強烈な緊張なんです。あまりにも刺激が強いという方は、それらの筋肉群が全く重さを支えきれてないということなので、肘をかなり、下げてみるなどして、逆に負荷の軽いフォームから徐々に慣らしていってください。体をパワーを強くしていくことにはかなり役立つ鍛錬です。ちなみにこの終鉄プランク、初めての人にはかなりきつく感じられるかもしれません。終鉄の稽古会の会員さんたちも初めて教えた時にはみんなひいひい本当に悲鳴を上げていました。しかし今ではみんな、それだけでは物足りないくらいになっていますので、稽古会でやる時には背中を上から押してもらって負荷を高めたりしています。ちょっとはい、どうぞ頑張ってみましょう。鍛えられるか。1、2、3よし、遠いね、いいですね。1、2、お強い。3背中に人を乗せても耐えられるくらいになっている人もいます。この動画ではね、人を乗せるということであんまり無理がないように少し肘とつま先の距離を狭めていますので、腰がね少し高くなっていますけれども、さらに、強度が上がってくると腰をここまで上げなくても人を乗せていけるようになってくると思います。はい、いけた、大丈夫。この終鉄プランクはですね、セミナーでご紹介したこともあるんですけれども、この体勢で体を持ち上げるのっていう反応されることも多いです。オンラインの会員さんでも今はね、もう軽々とこなしている人がたくさんいます。コツコツ続けていけば皆さん必ずできるようになってくると思います。この姿勢で、床に肘をついて、で、足のつま先と肘の距離が離れれば離れるほど、難易度は上がっていきます。それで胴体をグッと上げるという感じで1分間やっていきます。はい、じゃあいきます。よし、じゃあ僕もちょっと一緒にやらせてもらいます。ちょっと待ってくださいね。はい、上げます。グッ。で、息をですね、息を止めない、息を吸って吐く息をね、長く
長く履けるように頑張ります。4でちょっと余裕だなと思ったら肘と、つま先の距離をしっかり開ける。そうするとすごくハードになります。5 6はい、もうちょっとです。はい、よいしょ。はい。本当に強い体幹を目指してこの終鉄プランク、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。感想があったら、コメント欄にコメントお願いします。以上です。ありがとうございました。